にちは。今回は瑠璃の宝石第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。軽く地元ニュースになるぞ。すごい良すぎやろ。嘘やろ。ねえよ。履いてない。手が抜けなくなる展開じゃなかった。ぬるぬる動くな。いきなり大金持ち。ぶっちゃけ主人公は小学生くらいの方が合ってた気がする。先んとってみたくなった。いい最終回だった。あらかわいい。作画力は夏アニメ上位ですわ。スタジオバインドの力。細かい動きと顔多いし展開地味なのに絵で見せるのすごいです。本家は川に行けばよいのか。多摩川でソロキャンやりながら砂金採集だな。このアニメの力の入れようは一体。良作だけど地味だな。話は地味だけど演出はエロでマシマシですよ。金じゃなくて標本として売るのか。まともなとこで金として買い取ってくれないよ。ほんと教育テレビ向けやな。普通の砂金の純度が 90% で 1g14000 円だってよ。今の何グラムあったんだよ。クオリティも放送時間にも恵まれてよい。というかこんなん出たら分配どうするの。まさか瑠璃が独り占めするつもりなの。しかし大学院生はなんで付き合ってやってるんだ。ニッチなジャンルに興味示した貴重な子供だからだろう。ご新規だ。囲い込めみたいなもんか。実はレズかもしれん。育つの待ってるのか。日曜の見れる時間帯にダークホース来てくれるのはありがたいわ。まだ売らずに取っておいた方が値は上がりそうだな。もしかして毎回最後は大物ゲットしていくのか。相変わらず可愛くて最高やな。嫌いかと言われれば嫌いじゃない。面白かった。時間経つの早い。面白い。今季一番出来がいいは伊達じゃないな。あんな岩場でよく膝つけられるな。痛いだろうに。最初は金目当てだったが、今回の収穫で金に執着やめるのかな。尺が足りないかセリフの早回し感はあるけど、忠実に漫画のアニメ化された上に作画の高級感もあってたまらんわ。川の描写がうまいな。このアニメを見て採掘始めたオタクくんはいるのだろうか。全国で不法採掘が行われただろう。原作無駄なパンチラや胸強調あって学問的な素晴らしさを台無しにしてるって感想。目立って笑う。俺もそう思ってるが、なんかキリノにしか見えない。時代が時代なら竹達が演じてただろうな。竹達生意気なキャラ合うし。こだわりを感じる。砂金っていうかもう金塊だな。でかすぎる。何万円だ。純度が低ければ大きさの割に価値はない。中身は石だったりして、精錬すると100分の1くらいだよ。このアニメに影響されて川に潜るやつが続出したらどう責任取るんだよ。これは偽物だね。価値がないからこっちで処分しとくよ。いやしかしこの制作会社恐ろしいんだけど、なんでこんなの作れるんだ。このレベルのアニメの数増やせよ。無職転生のスタッフが小遣い稼ぎで作ってるから。それ終わった後どうすんだろな。続けんのかな。続けられるならかなり後になるからな。鬼前に気配を。無職転生作るためにできた会社だぞ。無職転生作るための日銭稼ぎだぞこれ。砂金取るのと電子機器から金取るの、どっちが効率いいのだろう。電子機器の方が楽。あるのが分かってるから後者じゃね。IC カード大量に集めるのがより早そうだけど。価値に気がついたね。これは光の演出がほんといいな。川の水面が太陽の光反射してキラキラしてるのとかほんと美しい。自分だけの宝物いいよね。金銭的価値ばかりを気にしてた瑠璃がそれ以外の価値観にのめり込んだのすごいよかったな。どんどん自分で考えるようになってく成長の過程が見るのが楽しいよ、この漫画。アニメスタッフがひたすら瑠璃を可愛く描こうとしてるのが伝わってくる。瑠璃の人間的成長が作品のテーマになっている。まあタイトルが瑠璃の宝石だしね。エンディングなんかが川に流されていろんな出来事で研磨されて宝石になっていくみたいな描写だし。フェチっぽい描写がある以外は完全に学習漫画だなこれ。余裕で100万いく。
塊になるともしかしてそんなに価値が跳ね上がるの？でかいし数千万年の価値があるから。鉱物標本としての付加価値。お鉄鋼はお鉄鋼で綺麗だな。実際綺麗な立方体のやつ見つけたらクソ嬉しい。だから掘れないはずのとこに別のもの持ってって、ここで取れたとかやるのはクソ行為なんですね。土器とか。聖地巡礼したいけど聖地がわからない。誰か教えてほしい。それをやったら問題になるだろうから、この作品で最終場所の名前は出ない。ただしコラムのコーナーでは埼玉でやってる砂金体験のイベント名とかが原作に載ってる。場所明示して、あんな山の中に運動不足のオタクが殺到したらろくなことにならないだろうしまあ。採集するなら関連法基準種ルリちゃんとの約束だ。先達が散々やらかした後だからな。石は金に結びつきやすいので、有名産地は本当にひどいありさま。翡翠が拾える海岸とか有名になった途端にひどいことになったからな。金見つかっても地権者のものなんじゃねえの。まあやりすぎなきゃ大丈夫だよ。明確に取るなってされてる場所じゃなければグレー扱いの趣味だからね。昔から言われてる基準はポケットの中に入るくらいはセーフ。あまり厳しくしすぎるとそこらへの野草を取って食うのもアウトになるからな。ガーネットといい砂金といい大物を引き当てるな。漫画だからこうだけど実際は何ヶ月も手応えなしってこともあるんだろうな。まあ漫画だからね。こんなに都合よくいくかいってのは無粋なツッコミよ。ちなみにガーネットの時のガーネットの泉も日本にはないけど、南極かどっかで実際あったやつだったりするぞ。まあぶっちゃけ当たりがあったら楽しいハイキングってどこだろ実際は。山とか谷とか見せつけながらもキャラクター2人だけで話を回しちまったよ。鮮やかな手並みだ、わざまえ。ここで金を手放さないって言ったのも成長。100万年も瑠璃に見つけられるのを待ってたって思うとロマンがあるね。自分で取った金塊に金額では測れない価値を見出したのいいね。あんだけお金のこと言ってたのに成長したね。宝石のようなアニメ、もうどこにも行くな。久しぶりの学べる系アニメ面白い。一杯説明したことを何かじみって言われて笑って返せるの、ヤギさん本当に聖人だ。このアニメ映像面のクオリティがとんでもない上にめちゃくちゃ真摯に科学を説いてるな。体の動きや肉付き、服や髪の濡れ具合、とにかく見せ方にこだわりが詰まってる。個人的にとても好きな絵柄。マジで価値の話の信頼感とかの丁寧な作りも教育的で順当で良いし、締めも良くて素晴らしすぎる。画面のリッチさも化け物で、表面的な金額目的の金採取が最終的に値段以上の宝物になるには帰結する美しさと文脈が最終回だろこれ。今度は2人で砂金探し。金額的な価値以外にも世界を変える力があるっていうのはなかなか面白い考え方だな。最初は金に目がくらんでた瑠璃もなぎさんの教えで考えが変わったのが良かった。ゆりちゃんとなぎちゃんで金の最終へ。金銭的価値だけじゃない、本当の価値に瑠璃ちゃんが気づく展開めちゃくちゃ良かったな。大鉄鋼についても大穴についても知らないことだらけですごく勉強になったし、水や光の描写が本当に美しくて像も良すぎる。金銭的価値にこだわっていた瑠璃が自ら見つけた砂金に金銭的価値以上のものを見出す心の変化が丁寧に描写されておりに行った。1話の時に出会った宝石もそうだけど、砂金も瑠璃にとっての宝物になったということなんだろうなと。石集めは宝物探しにどこか似ている。最初は金銭的な価値のために金を探していた瑠璃が、この大鉄鋼と砂金の採集を通じ、最後に見つけた高額の砂金を絶対に手放さないと答えたことこそ、瑠璃が本当の金色の価値を見つけた証。何百年にも及ぶ自然の営みが生み出したかけがえのない輝きに心奪われた。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひ
チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。